全力でバッて食うのが一番うまい。これが多分お客さんのみんなハマっちゃう中毒の元なんで、もう無理ないよなこのラーメン食べないって。野菜ありがとうございます。お先に本体幸せが来ます。ニンニクあり、油清水盛りでドカーン。中学校1年の冬の時に歴史を刻めっていうラーメン屋に出会ったんですけど、衝撃がすごかったんですよ。なんて意味不明なラーメン屋や。1回目食った時は二度といかんと思って、こんなようわからん油きっときとで麺も太いし、ラーメンって読んでいいんかもわからへんこのようわからん食い物、もう二度と行くかと思ったんですけど、行ってるうちにあれ2回目食い切れたな案外、3回目うまいかもしれんなみたいな、4回目うまいわみたいな、知らん間にハマってって、その時はちょうどだから大地さんって社長が値上げしとった頃やったんですけど、みんなめっちゃ楽しそうに仕事してるし、なんやこの店と思ってめっちゃおもろい。店として会社としてのカラーにどんどん惹かれていって、通い詰めていくうちに知らん間にアルバイト始めて、人を元気にするのに自分が元気じゃないと元気を与えることなんかできるわけないだろう。だからまずは自分らがどう元気であるかっていう、まずはおめえらが元気であるっていうのを、大地さんにずっと言われ続けて、それができるためにどうすればいいのかっていう学びであったり勉強であったり、営業中にだから DJ さんがここに立ってくれて、店内の BGM がもうここで誰かが DJ してくれてる。親父が DJ で、ガキの頃から音楽っていうのにずっと触れてて、で母親がアニメすごい好きだったんで、気づいたらなんかオタクの DJ になってたんで、僕はラーメンっていうものが人生の中でここまでハマるもんあんねやって思うぐらいハマったもんですし、同じぐらい音楽っていうのが自分の中ではすげえ大事なもので、アニメっていうサブカルコンテンツも俺はもうその3つで自分は人生のほとんどが作られてるぐらい大事な3つなんで、この3つを仕事に落とし込みたい、この3つに触れながら自分は笑って死にたいって思ったんで、そこ考えたらもう今となってはこれはもう絶対手放せないものですね。これがなかったらうちの店じゃないです。すげえ今楽しく仕事できてるんで、おいてほんまに良かったなと思ってるね。僕も、絶対 DJ ブースがあってで神みたいな曲が流れてたからアルバイトになったし、いうかスカウトされたし、お前この曲わかんのみたいな、めっちゃ好きなんですよって言って、お前でも働けって来いやって言ったら働くって言うからパッと来て、で蓋開けたら大学でアニソン DJ 練習してるっていう、即決で気づいたらもうすぐもう仕込みの時間にもおるっていう。最初ずっと俺と一緒にやるんで、プライベートも仕事も、てかそういうアルバイト多すぎるんですけど好きな音楽流して好きなものに囲まれながらやってるから、全然働いてるって感覚なくて、お客さんを喜ばせるっていう目的はちゃんと持ちつつ、でも残りの部分はもうずっと遊んでるっていうか、遊びながら営業してるから、マジで文化祭なんかお客さん巻き込んで遊んでる感じだ。マジで働いてる感ないなぁみたいなそうやな、毎日迎えた時やった。めちゃめちゃしとったからもう毎日迎えた時。これで砕き終わったよいしょ。仕込み
のが立てる。あ、これはお肉です。元気ですか？どこにでもいる人友達っすよ。全員友達です。仕事とかきっちりしなあかんところできっちりはした方がいいとは思うんですよ。でもそれ以外のところでの過剰な上下関係っていうのかな、まあ仲良くなる邪魔やと思うんで、俺が個人的にね、そういう店にしたかったんで、タメ語で店長が多分率先して言ってるんで、気づいたらこうなってます。常連さんとかで、だからここの関係でどんどん仲良くなった人にはじわじわとタメ語使っていったり、気づいたら「お今日どうして?」って言ってそういうのがあるからこそ、まあ、仕事の楽しさがあるというか、オープンキッチンやからこその楽しみがある。やっぱ飲食店とかって仕事してる時にやっぱおもろい瞬間って友達来た時だと思うんですよ。ちょっともうちょっとだるいって内心来てんとか、まあ言いながらもやっぱ嬉しいので、じゃあ来てくれたお客さん全員友達だったら仕事楽しいやっていう昨日はお客さんもやなそうお客さんも一緒にみんなでデュエルマスターズみんなでこの店でやって朝まで気づいた朝やったら仲良くなりたいですよとにかく仲良くなって笑って仕事したいんで。携帯はいバーだ言うようなもんで足がいいそれ見ちゃうよ。金曜日さあ取られるならスリープ的に見るようにね。横でお前ら全部始めてるやん。最初はブンブンじゃんけんぽい。はーい。あです。働く時間ではないですよね。何が働く時間ではないですよね。あ、今の時間、全然気分時間ない出勤4時15分なんで、仕事終わったら俺もあそこで遊ぶんやっていうモチベーションにもなるし、仕込み急いで全部終わったら俺もちょっとだけ待つからスリーブ音響みたいな。笑い声ってやっぱ元気になるんですよ。仕込みの間変な音楽流すよりアルバイトの遊んでる頃のが仕事のやる気出るんですよ仕事は楽しんで稼いで一番です。歴史を刻めっていうラーメン、二郎系ラーメン株式会社元気ですかっていう会社、藤原大地、もうここにだから惚れ込んだっていう部分はだいぶあるんですから面白いってなったんで、こんな楽しんで金稼ぎできんねやみたいな、めっちゃええやんおもろそうっていう興味から入ったっすね。世間一般的に言うブラック企業みたいな求人募集、あれを地で行く感じです。アットホームの職場ですみたいなアットホームな職場です。会社の旅行、アルバイトもおる中でみんなでなんか宴会で大どんちゃん騒ぎしてて、みんな潰れてるみたいな、めっちゃおもろいなみたいな、みんなお酒で潰れてる、こんな会社ってあるんや、この会社に就職して縁にどんどん変わっていった感じですね。そうなんですね。俺もちょっと仕込み終わったらやりたい。何残ってんの？いや、こんぐらいしてってやって、いやーってして、もうちょいこれ
お肉入れますか？いつだっけ？じゃないですか。これはまっすぐ豚骨スープですね。何がベジタベースはもうこの豚骨スープと、あとはこのスープをベースにお肉炊いてもう完成なんで、油突っ込んで。だから特別なものとか野菜とかそんなのほぼいらないですね。もう強いて言うなら営業の野菜で使うキャベツをちょっとだから芯の部分とかだけちょっと入れるぐらいで、追加で人参とか玉ねぎとかそんなもんほぼ使わないです。あとはこの豚骨スープの濃度と豚肉の切り方であったり、そういうのの炊き方とか火加減とか傘の量はどうするのかとか、そういうもう細かい微調整だけでラーメン作るんです。ほぼ豚で変なもんも何も入ってないです。このスープもいわゆるげんこつって呼ばれるやつ、背ガラって呼ばれる、まあ、一般的な豚骨スープとかで使うものだけしか入ってないんで、骨のみ、ほんまに。だから大量の油でカロリーはちょっと爆弾みたいでやばいですけど、なんか体に悪いものが入ってるかって言われたら別に何も入ってないです。まっすぐっすね、ここは。やから面白いんですよね、ラーメン。毎日同じように作っても同じ味にならないんで、骨も夏と冬で骨の質自体も変わりますし、やっぱ夏場は豚さんもいっぱい水飲むんで水っぽい骨になったりとか、そういう微妙な食材の変化だけで作っていくんで、ね、こういう風なラーメンにしたいなと思って蓋開けたら、あ、違うなみたいな。じゃあこっちの方向性に行ったらどうやったらその方向性で学んねやろ、こっちに行ってみようかとか。毎回チャレンジ。うまみ出してるのは豚肉だけなんで、その豚肉もだからそれは豚が違うんで、微妙に味の出方であったりうまみの出方っていうのは変わってくるわけで、この豚肉やったらどうしたらいいんやろ、傘を上げた方がいいんか下げた方がいいんかとか、重すぎひんのか軽すぎひんのかとかね、あったり、絶対どう転んでも毎回変わるんで、そこの中で自分がどんだけ作りたいラーメンを作れるかっていうところを目指すっていうのはやっぱ飽きないですね。単純作業はほんま飽きちゃうんですけど、この仕事はもう毎回色が変わるんで、それが多分二郎系ラーメンの醍醐味だと思うんですよ。作る側はやっぱ作り手によって味全然変わるんで、どの店舗も結構味はなんか食べたことある人は違うなと思うことあるんですけど、やってることは一緒なんですよ。同じことをやってるだけなのに作り手によって味が変わるっていうのはめちゃめちゃ俺は面白いなと思うし、好きな部分ですね。その人それぞれのこだわりっていうのがこのシンプルなもう作り方の中でいっぱいあるっていう、なかなかこんななんかおもろい職場につけてよかったなと思うんです。大変ですけどね、肉体労働やし、ここに関しては。18歳の今青年がおるんですけど、うちの常連に1900食うんですよ。1900g 食ってまだもうちょっといけるかも。そいつがやばいのに20分以内に食うんですよ、1900を。だからこれノーマルですけど、これに麺がだからこうなってる状態です。あいつはもう1900を20分はすごい、あれすごいもんな。あれはすごい、ちょっと見てて怖いとこある。ドンってきた瞬間からだからもう全力です。もうあれこそ俺らのみこしかってないんやなと。まあ野菜がこうあって麺があって麺をだからこう野菜の上に乗っける動作みたいな天地返しっていうんですけど、そうじゃなくて天地返しするんじゃなくて、なんかそこから麺を全部ガバって引っ張り上げて食べる前にだからここで一旦フーフーしても大量に麺と冷ましてから野菜の上に乗っけて、そこから麺バーッとする。スープが冷めたら牛のラーメン一瞬でまとまるから、うちらラーメンの賞味期限が15分って言ってるんですよ。ラーメンが冷めると
まず油が固まるんで急にもうネトっとして重たーってあんまり美味しくなくなるし、スープもだから飲むように作ってないんで、そのスープをどんどん麺が吸ってどんどん味濃くなって、ゆっくり食ってたらなんか思ってたよりなんか気持ち悪い重たいみたいなるんで、全力であって食うのが一番うまい。急いで食うかというよりかは美味しい時間内にどうやってラーメンを完食するかみたいなが結果的に周りから見たらなんか急いで食ってる感じに見えるって感じですね。こうマシマシとか麺が、500g ぐらいの方やったりとか頑張ってチャレンジしてる方とかに、お伝えしてるのが、ラーメンを残さず食べきる方法として、喋らない、止まらない、水を飲まない。アドバイスとしては、豚から食べるのと麺から食べる。豚から食べるのは、後半の豚って結構もう塊で、最後お腹いっぱいの状態で豚入れたらめちゃくちゃ重いのと、麺から食べるっていうのは野菜は水含んでもあんまり変わんないんですよ。麺はでも汁吸ったらめちゃくちゃ重くなるんで。いや嬉しいですけどね、あの量食ってくれんの。本音言うとだからまあ2000も食われたら利益ないんでなんならちょっと赤字片足突っ込むみたいな感じなんですけど、やっぱお腹いっぱい食ってくれるの嬉しいし、一番なんか量食えとか小ラーメンなんか甘えんなとかそんなんじゃなくて、腹いっぱい食ってほしいってだけなんですけど、うちはラーメン1杯1000円なんで、1000円握りしめたらだからお腹いっぱいにはほとんどのお客さん多分なれると思うんで、なんか200とかじゃなくてお腹いっぱいは食べてほしいなって思うし、頼んだからにはだから全力で向き合って全力で食うラーメンっていうのがやっぱうまいんで、今僕らもだから全力で仕事して全力でラーメン食ってで全力で片付けして全力で遊ぶ。同じようにお客さんにもだから全力で食べて全力でまあ張り切ってで美味しかったな楽しかったなでもお腹苦しいなっていう感想とともに帰ってほしいなっていう。1000円握りしめたら腹いっぱいになって特別感があって満足できる食い物ってなかなかないと思うんですよ。それがラーメンだと思ってて、営業割は食うっすね。まあ味見も兼ねて食わな分からんこといっぱいあるんで、まあしんどうても最後のそのラーメンだけは食うっすね。じゃあこれはこれは麺、まあ、これ麺自体は下陳城とか隅の道とかとほとんど一緒の麺で、まあ1袋8キロで今1営業で8袋8、9袋ぐらい使うのかな、1回の営業で。だから6、70キロぐらい1日で麺が消える。じゃあ今マナーいくつある？マナー4。じゃあマナー負けしてるんで4以下。お前マナー負けしてんの4以下やから倫理観バグってるから。豚は1日30キロちょいぐらいは使うんですね。もやしもそうですね、もやしも50キロぐらい、5、60キロぐらいは。そんな受けると思ってなくて、この店が今内観尖りきってるじゃないですか。もうオタクつまみでね、僕がオタク以外お断り感なんか結構出てるような尖ったお店の内観してたんで、そんな受けるとも思ってなかったし、
DJ ブースもあって BGM もでかくてって色物ラーメン屋でやってたはずがこんなウケると思ってなかったのに自分自身今ちょっと困惑してるんですよ。なんでこんな女性客いっぱいしてくれてるんやろみたいな。この店内内装でええんかなって思いながら、だから不思議半分感謝半分というか、いまだにハテナは浮かんでる。なんでなんやろ。って言ってるしな。なあ不思議なお店。これが格ですわ。これが格ですわ。もうええってあ、死んだな俺は。でこうラーメン作りたいのもアルバイトと遊びたいのもこうやってしてるのも全部自分がやりたいことなんで、やりたいことから頑張れるです。僕含めだったらいいな。さっき聞いてきたよ。英語を喋れない方多いんですけど、まあ、そこはもうパッションでパッションと元気でニンニクのタッパー持ってってもうお客さんにガーリック OK おーってもうそこもパワーで言語通じないですけどこっちが元気にしてる楽しそうにしてるとかの表情と体っていうのは伝わるじゃないですか人なんで。だからもう肉体でなんとかしてるんです。5枚以上。10何本あるから豚肉でスープをうまくして完成した豚肉でまた醤油をうまくする。でこの醤油は明日使うんです。今日はここに豚肉をずっと漬け込みまくる。これで最後ご飯でおにぎり作るんですよ。この醤油漬けで丸1日だから漬け込まれた細かい味の濃いお肉とかと一緒にご飯に入ってで、それ1個100円で売ってて、まあお土産みたいな感じで家で食べる人もおるし、最後だからラーメンの締めで来る人も多いですね。で汁なしの人はだから汁なしの最後のなんていうの締め飯みたいな大分飯みたいに食べる人もおるし、ラーメンの人やと卵も一緒に頼んで、卵で最初半分ラーメン食べるのに卵を使って残った半分の卵とラーメンのスープとかをちょろっと混ぜて最後ご飯ポンって卵かけご飯みたいな感じで締めに最後カッてかっくらう人も多い。俺はその食い方が一番好き。カーってくるわ。ラーメン食いたくなってきた。まあニンニクと醤油のとうまみと油の重たさで脳天がカッてくるような、なんか健康には多分悪いんやろうけどうまいなっていう、なんか脳に訴えかけてくるようなパンチみたいなのが来て初めてですね。一緒はこれが多分お客さんのみんなハマっちゃう中毒の元なんで、このラーメンから離れられないんで、もう無理ないよなこのラーメン食べないって。さあ消化しないでまあ開けたぜ。連続平原とそばに行ってや。そばに行ってや。豚骨で野菜を炊くことによってスープと馴染みが良くなるんですよね。あそこの釜ってずっと火力を全開にしとくとすぐボコボコ湧き切ってもうて、もやしから出ただから
汁とかが煮詰まってちょっと臭くなるんですよ。だからそうならないように都度細かい微調整しながら煮詰まらん程度の火力でやりながら途中でちょっと中のお湯を入れ替えたりとかそういうふうなこまめなことをするから多分うちの野菜とか、元気ですかの野菜っていうのは美味しいんやかな。割り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 ハンドルでいいよやめてモーキングレックス行くものがないので俺の負けだ。大変ありがとうございました。玉木が最強。早い人はマジで早いです。この間2時とか2時からとかあるっすね。お盆とか土曜とかやと120-130人とか並ぶんで、それ考えたら逆に今並ぶ方が早いっていう考えないと思うんですけど、先頭で食べたいっていう人は絶対におるんで、開幕食べたいって、気持ちもわかるし、そういう人はこれぐらいの時間からもう並ぶっすから3時半ぐらいからポチポチ踏めるのかな。で渡したやつあれがマークみたいなバッていやもうそれがすれてケースでいいの隠してる無理やろもう無理だよ塗ってこれ生肉14入れて右側の冷蔵庫の方を使ってほしい。さっきのサイズで続くよ。適当言ってるほんまに適当言い過ぎや俺アームとされる人狼が守ってでいやそれ見勝利してたり確かにいやまあ潰したよこんなに面白いな全然あかんねあーもうごめん。ほんまにあかんねん自分が仕掛けたし技術喋らん方がいい喋らん方がいいもう喋らん方がいい実家と頑張れ。ピーさばきが見れるからな。別にかな全然いくこれ場所やだって俺普通に場所分からへんからなんかもうお前今ちょっとやで2人音楽日本橋の橋田です。猫アッカーが大好きです。以上です。営業の歴史を競う日本橋での対応です。遊びに真面目、これがもっとガンバ大阪ファンです。あ、6人か。6人。はじめちゃんいくつ？200。1300円、1500円。でそれをみんなハードフル営業もっとやるやはりな、天然から仕事。働いてたの。あ、働いてたらか。と7番でいいの。そう。7番でいいの強いですよ。じゃって、こういった人狼とじゃあね、大阪のあ、いいよ、もういい。ラーメン。ね、僕もラーメン。全員ラーメン。一番特製。聞いたことはない。でもこれ、なんてチャンネルはい。そういいわ。いや、でかい。大丈夫。あかんねどうしようかしら。人様にだらしないから見せてはいけない僕に出る見てみて。確かに、いつもの下新庄で見てる感じを。あでもこれみんな行けよじゃない買いになっときてもらじゃあ100。はい君さん、ニンニク入れますか？あり以上。3年からなんか今何してんのって言われてあで3年がだから俺も食いに来てるありがとう。500ラーメン。あなるほどはい、ニンニクあり。あれ、タッと。ニンニクですか？ニンニク入れますか？はい。他いただきます。お前らも
に食ってるよねっていうね。東がさもう重い。で俺ここ通れへんから。美味しい。営業前のバナナは初めて食ってからだ。めっちゃうまいです。やばい。決まります。あ、ほんまによかった。でもほんまにうまいよ。ほんまに。うまいよ。太陽君美味しい。めっちゃうまい。ありがとうはじめ。俺が作ったからな。美味しいよな。太陽。こういうもう毎日こんな感じなんで、なんか毎日親戚の集まりみたいな感そろそろ親戚の枠超えそうやから。結構食うタイプ。じ。いや、全然かも。でも彼女が100なんてどうやってみたいな。でも俺ここ通れへん。でもめっちゃあれじゃん。たまりませんでした。たまにお前何でそういらんねん。いや、ナレーター必要かな。お前少女になる困る。おう。何分か。5時から営業は開始。行こう。なんでよ。なんで。白書券が2つあった。どうせその時にできたら何名様でしょう。1名様ありがとうございます。メニューにしましょう。いわゆるみんながまだ見る珍獣がキラキラに輝いている世界。使命、心から元気ですか。あっちゃん、一生懸命だね。喉も死んでるけど心があまりにも元気です。以上です。本日の行動が1時間に1回チョモランの食感確認。もうこのスタッフはもう100万回みんなやってんだ。引き続きバチッと決めてバチッと元気よく営業しましょう。よーい、行きます。もっぺん OK。元気ですか。元気ですか。せーの。よろしく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 オープン。元気だな。そうだね。じゃあ、いいギフト T シャツチャレンジ対ニンニク出ますか。ニンニクマシマシ野菜抜きのあと全マシのおお、野菜抜きストロングスタイルや。オッケー、頑張れー。いってらっしゃい。ほんまに最終回かもしれんね。ニンニクもやね。オッケー、どうぞ。お、豚増しやね。はじめまして。オッケー、どうぞ。ぜひお待ちしてます。フーツ毎度。はいよ。ニンニク入れますか、毎度。ニンニク野菜マシマシ油ゴリゴリです。はい。フーツ毎度。本体。ありがとうございます。野菜。ありがとうございます。全然関係なくなった。残念。雨育たない。お使い行ってくる。いいな。はじめさんやってる。いい人よ。
卵を置いてきますね。どうぞ。サワラの確認します。ありがとうございます。めっちゃ助かりました。お待ちしてます。お元気で。次メニュー出る分でご提供するんで、もう少々だけお待ちください。味もすごい美味しいですし、やっぱ店員さんたちみんなめちゃくちゃ優しいですよね。声かけてくださるんで、美味しさ以上の満足感を得られるんで、いつも来ちゃってます。もういい。はいよっていいですか？いただきます。はいよく満タン。ハンバーガー。いけてらっしゃい。ありますね。危ない。よかった。大事なことで。ありがとうございます。はい。やったー。はいよ。あらね、どうぞ。あんまりシフトとかないんで。はいどうぞ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どうぞ。裏で一人でおるよりね、お客さん交えて遊んでる方が楽しいでしょ。いやでも結局一人でおっても寂しいんでね。どうぞ。どうぞ。およかった。久しぶり。お好みで足をレンジャー食べてもらってください。どうぞ。入ります。はいよ。元気ですか。はいよ。右聞こえない。いける。書き込んで終わりや。よーし。ありがとう。オッケー。ありがとうございます。チーズの2問。あとはここでお願いします。いらっしゃいませ。食券をカウンターの上に置いといてほしい。はい、いらっしゃいませ。はい、おしぼり。回収後、はいよ。はいよ。毎度どうしましょう。天増しの油ラーメン。油させていや何した？ただし紙どうぞ。筋肉にますか？はいよ。ラーメンチーズトッピング、ドンピアスにつけて。ダイナミック。ドーン。ドンブリアス気をつけて。はい。500、400。やればいいんだよ。やればいい。オッケー。オッケー。はい。どうぞ。一番奥の方、筋肉出ますか？オッケー。ドーン。丼やつ気をつけて。はい。
この量食べる時のコツ喋らない止まらない水飲まないで、麺から食べる野菜は膨れないからで豚を先に食べる OK じゃあ頑張ってくれいってらっしゃいもっと溢れてほしいじゃあ OK先頭2名さん、全体90名様ちょい。90名。90名はい。これがこれで今豚の旨味を醤油に込ませてるでこれがこれ1時間つけたらもうチャーシューになるなるほど、怖くない。世田谷で2回食ってから多分大丈夫、多分いける。じゃあまずお先に本体幸せが来ます幸せ来たいるんやろ幸せありがとうどうするニンニクあり油清水盛りでドカーンパワーが強すぎた清水盛りさすがニンニク入ってる。さすが。入れてくれるマジ大好きになってますいけるオーケーいやうまはいよどうぞいつもだよねてかもワンチャンキャラ買いに行く